前回の動画で無職時代にやってきたことを次はお話ししますということをお伝えしてたので、今回は朝食を食べながらその時の話をしていきたいと思います。じゃじゃん、私はいつもこのように和朝食を朝に食べることが多いです。いただきます。ちょうど会社を辞めてから1年後にはその時の収入の2倍もらうことができるようになったんだけど、じゃあその間にね、どんなことをやってきたかっていうのを今日お話ししたいと思います。まず無職時代やっててよかったこと、1つ目、環境を変えたこと。本当にこれが私にはとってもいい影響を与えることになります。今の環境にいたらずるずる何がやりたいのかとかも見えなくて、自問自答している悶々とする日々が続いてたと思うんだけど、新天地で新しい自分として頑張っていこうってすごい思ったので、まずは環境を変えました。会社の最終出勤日がちょうど7月の末日だったんだけど、もう次の新天地に向かっていたのがその8日後、8月の8日には新しい国で新生活をスタートさせてたっていうのがあるので、仕事を辞めないとなかなか新しい環境で生活するっていうのは難しいので、この無職になった機会で新しい場所に移ったっていうのはすごく大きなことの一つでした。無職時代やっててよかった2つ目はゆっくり休むことです。その新天地にすぐに行ったんだけど、やっぱり仕事で今までずっと忙しく過ごしてきたから、なかなか休めてないというか、土日は普通の OL だったので休みだったんだけど、もう仕事の疲れで全然家から動けなくて宅配で済ましちゃうみたいな生活が続いてたんだけど、新天地に行って仕事もないわけなので、ゆっくり休めたっていうのが心も体もリフレッシュして新しいことに挑戦してみようっていう気持ちになれたので、ゆっくり休んだってことが今の生活を生んだきっかけになったかなと思っています。無職時代やっててよかったこと、3つ目、ブログです。当時はワードプレスで自分の小さいサイトを作ってそこでブログを書くっていうのがすごくトレンドだったというか、検索して自分で手に職をつけたい人におすすめみたいなのでよく出てきたので、もうその通りにやってブログを開設したっていう感じです。で、このブログが後に世界中どこにいてもできる仕事の一つとしてよく挙げられるウェブライターっていう仕事に結びついたので、時間がないとブログってやっぱりまとめて更新とかできないし、どうやって更新するかっていう学ぶ時間もないと始められないっていうのがあったので、無職時代に集中してそこに対して勉強したってことがすごく後の第一歩につながったので、ブログ解説はやってよかったことの一つです。無職時代にやっててよかったこと、4つ目は SNS 発信です。当時その新しい新天地で現地で仕事に就くか、もしくは自分でやっていくフリーランスの道っていうので2つ道の選択肢を用意していて、結果的に後者の方になったんだけど、前者も視野に入れてたので、もうすでにその国で日本人としてね就職している人とかがいたので、今でいう X で現地で働いてる人に DM 送って、どうやって就職したんですかとかね、メッセージを送って交流をして、一番最初のそのウェブライターの仕事はその現地で働いてた人経由で紹介してもらったっていうのがあるので、そういった SNS を通した交流は無職時代に始めていてよかったことになります。そんな感じで無職時代に語学学校に行きながら、語学学校が終わったらブログを書いたり、フリーランスでできる仕事はないかっていうのを探す日々を送っていて、その国に着いてから8、9、10、11、12、1月6ヶ月間ぐらいは本当に毎日頑張ってたのに何にもならないっていうのが長く続いていて、ただ卒業間際に1つ仕事が決まったと思ったら2週間後に2つ決まった、3つ決まったっていう感じで、卒業する頃には3つぐらい固定のフリーランスとしての仕事が決まったので、その時点で収入が会社員と同じぐらいになったので、それだったらまだまだ海外に
いて挑戦できるなと思ったので、日本に帰らずそのまま世界中を旅しながらお仕事するっていう方向に切り替えて、ノマドフリーランスとしていろんな国を転々としながら最初に決まった仕事とかを続けていって、でその結果クライアントさんが徐々に増えていって、会社を辞めてから1年後には会社員の時の2倍ぐらいの手取りはあったかなっていう感じになります。無職っていう期間があったから、考えるのを生かして新しいスキルを学ぶことができたり、新しい環境に身を置けたり、新しい出会いがあったり、そこですごい私の運命は変えられたと思うので、無職期間がなかったら今の自分はないなというふうに日々痛感しているっていう感じです。でそれからだいぶ経つんだけど、ずっとそのままその延長上で今は海外で暮らしながらお家でお仕事をしているっていう感じになります。アリエッティ、行くぞ。Yo, me encanta.